123もう一本の指みたいな意識で長調短調長調っていうようなサンドイッチ。こんにちは、ギターの上谷です。今回はレッスン動画としてビッグフォードのキンポーゲワルツを解説したいと思います。ちょっとその前にお知らせです。今月2024年1月21日から東京の現代ギター GG サロンで初心者入門者向けの講座を開きます。3日間あるんですが、1日だけでもご参加いただけますので、独学の方やこれから習ってみようっていう方もぜひお気軽にご参加ください。詳細は動画の説明欄をご覧ください。いろんな曲集や教則本に載っているので、弾いたことがある方も多いかと思うんですけども、初心者向けの定番曲の一つですね。ただこの曲はちょっと初心者向けの曲としては長めですね。小説数でいうと48小節あります。16小節くらいあればちょっとした曲にはなるので、結構長いので根気がいるっていうか気力がいるっていうか、その点について後でもお話ししますけども、そこはちょっと頑張らないとなっていうところですね。で、まず最初はこんな感じです。こんな感じ。まず最初の8小節ですね。で、この曲の音楽的な特徴はまずメロディーが低音部にあるっていうことかと思います。実際には親指で今弾いてたところですね。このこれですね。これがメロディーになります。いきなりこんな早くは弾けないかもしれないので、これくらいゆっくりでもいいので、できればメロディーだけ弾いてみるっていうのはいい練習になりますね。私が作った楽譜をインターネット上に置いておきますので、説明欄にリンクを貼っておきますから、そちらからダウンロードしていただいて、弾いていただければと思います。メロディーだけの譜面も書いておきましたので、よかったら弾いてみてください。こうやって低音部にメロディーが来るっていうことと、もう一つ大事なポイントは、この曲がワルツだっていうことですね。タイトルがキンポーゲワルツですから、ワルツだっていうことはね、わかるかと思うんですけども、ワルツっていうのは3拍子ですね。で、基本的には123、123って1拍目にアクセントがあるような、そういう舞曲なんですけども、これは伴奏があった方がリズムは分かりやすいと思うので、例えば123、123、123、123、123、123、123、123、こんな感じのリズムになるんですね。実際にこういうふうに声で数えながらカウントしながら弾くのって意外と難しいので、本当の初心者の人はなかなかすぐにはできないかもしれないんですけど、ある程度弾ける人や逆に弾き語りに慣れてる人なんかだったらこんなふうに歌いながら弾いてみる、リズムをカウントしながら弾いてみるっていうのはとてもいい練習になります。このリズムに乗って、メロディーを歌っていくっていうことですね。それが音楽的に一番大事なポイントになるかなと思います。で、ちょっとこの伴奏についてなんですけども、伴奏を弾くとき少し気をつけるといいのは、これはメロディーがねこう低音にあって、こういう形ですね。123、123、123、123、こういう形で上伴奏を I と M で弾いてる形になるんですけど、こういう和音っていうのは、私はこういう風にね指をくっつけて、ちょっと意識的にもう一本の指みたいな意識で同じような動きをさせる、そんな意識で弾いています。音色や強弱にばらつきがあんまり出ないようにするっていうのが、一つ伴奏のコツになると思うので、その時に今言ったように、指を揃えてちょっと一本の指みたいな感じでね同じ動きをさせる、そういうことを意識して弾くとうまくいくかなと思うので、ちょっとやってみてください。で、
こだけちょっと違ってますね。最後の2小節だけ違います。で8小節8小節で、最初の6小節ずつは同じ繰り返しになっていて、最後の2小節がちょっと違う、そんな形になっています。そしてここは楽譜の上でも二重線に書いてある譜面が多いかと思うんですけど、17小節目ですね。こんな風になります。でここはちょっと難しい話と思われるかもしれないんですけども、単調になっています。逆に出だしのところはじゃあ何だったかっていうと長調だったんですね。メジャーだったんです。で出だしから16小節目までは波長調 C メジャーでした。でこの17小節目からは a マイナー異単調になります。で今、8小節17小節目から8小節弾いて、でこれでまたね二重線が書いてあると思うんですけども、ここが真ん中の部分、真ん中の16小節になります。でここまでが、異単調 a マイナーになります。そして、ここまでで32小節で、33小節目からまたここから波長調長調に戻るんですね。 C メジャーになります。でまたこれ繰り返しですね。これで終わりってことですね。今長調とか短調とか言いましたけど、全体の構成をこうやって見てみると、最初16小節波長調 C メジャーですね。そして次の16小節が異単調 a マイナーです。そして最後また16小節波長調に戻って C メジャーに戻って波長調のまま終わるっていう、そういう大きな構成になっています。こんな風に長調短調長調っていうようなサンドイッチの形ですね。短調が挟まれているような、長調に挟まれているような、そういう形っていうのは結構よくある形式ですね。で逆に短調長調短調みたいな、そういう挟み方をする形式もありますし、ずっと同じ調だと若干単調になるので、少しドラマチックになるというか変化がつく、そういうための工夫かなと思います。最初に言ったように、こういうちょっと長めの曲っていうのは特に慣れないうちは集中力をキープするのがなかなか大変かなって思うので、こういった構成を意識したりすることも頭の整理になると思うので、そういったことを考えながら弾いてみてください。ただこの長調だとか短調だとかっていうこと、こういうことはある程度ね、コード理論とか音楽理論の基礎を知っている人は分かるかもしれないんですけど、まだそんなことはあんまりよく分からないっていう人もね多いかと思います。特に初心者の方は。それはあんまり難しく考えず、とりあえずそういうことなんだなって思って、弾いていただければいいかと思います。最後にこのタイトルなんですけど、金峰下ワルツ。金峰下って何っていう、ことなんですけど、今は便利でインターネットでね調べるとどんな花かっていうのも写真で出てくるので、見ると黄色いね割と可愛らしい花ですね。こういうね具体的なタイトルがついてる曲っていうのは、私はやっぱりタイトルから受けるイメージっていうのも大事にしてます。音楽って抽象的なものなので、あんまりタイトルのね意味に引きずられるのもどうなんだろうっていう考えもねあるとは思いますけど、やっぱり作った人がイメージを持ってね何らかの考えでつけたタイトルだと思うので、
その金峰芸のね花のイメージっていうのを演奏の中にね反映させることができたら楽しいですし、自分らしい演奏ができるのかなと思うので、そんなこともやってみるといいかなと思います。最後に通して弾いてみますので、よかったら参考にしてみてください。というわけで金峰ギャルツでした。ではまた皆さん、楽しいギターライフを。